これは世界を感じているというか、テニスを感じているかどうかを見ます。はい、今から10球ラリーをしてもらいます。はい、それを見ます。よろしいですか。お願いします。僕はラリーを見てなかったんですよ。すべては1球目なの。球出し。球出し。何をしました？球出し。どういう気持ちで感じて打ちました？相手の打ちやすいところにただ打つ。どこら辺？どこら辺？小野田さんのフォアハンド。フォアハンド。なんとなくっていうのが、テニスの中では僕が一番嫌ってたことなんですよ。なぜならテニスは全部狙うから、はい、入る入らない関係なんですよ。なんとなく返すとかなんとなく打つっていうことは一切ない、だから僕はジュニアにも言ってるのは1球目だぜって、1球目の球出しから狙えよって、入る入らないじゃない。じゃあ真ん中のところでスピードもちゃんと普通と打つようなボールで1球目からこう入ると何が変わります？ 1 球目からこうやって狙っていってみてください。1球目からラリーで、ラリーと同じようなボールで、はい、そう何が変わった今？ 1球目から集中しました、ね、狙ったでしょ、はい、狙うと体もラケットとかも全部感覚が変わってくるんですよ。ちゃんと狙うから体を使うの。さっきはいいらっしゃいよわかる？なんとなくこう、はい、もったいなすぎるんですよそれが。だからものすごいがっちりしてやるっていうことじゃなくて、はい、しっかり狙っていくの。狙った時点でこうやって動くから、それは大事かな、はい、そうすると全てのものを狙おうっていう感覚が出てくるんですよ。多分そうなるとテニスが面白くなりますね。入る入らないじゃないから、全部自分が主導権なんです。相手に何かこう行動されてコントロールされるんじゃなくて、いつも自分がコントロールするのは狙えるから。Please subscribe。一人4球好きなとこどうぞ。はい、左右ね。はい。お願いします。よし。はい。これで感覚的にこの人は日本人タイプだなとかね、いろいろ分かるわけですよ。これをやると大体10球ぐらい出すんですよ。はい、もう決めてもらうことに慣れてるのね。ストレート、クロスとか。コーチが「はいストレートってください」クロスってください。日本の方は僕もそうなんですよ。決められると楽なの。でもテニスは自分で決断しなきゃいけない。だからこういう何も言わない中でほとんどの試合は全部ストレートとか全部クロスになってるわけ。これがまず一つですね。次のテストです。はい、いきます。はい。ごめんなさい。はい。もう一回行きましょう。はい。なんか何を試されてた？このすごい雰囲気の中。緊張する。これは最も僕が苦手だったことですかね。
今ボールをあえて変えたところがあります。何だったでしょう。さっきの球出しとちょっと違うんです。ちょっと浅かったんじゃない？そうです。あ今のボールを同じ位置で打つわけですよ、みんな。でもボールはこんな浅いところに来てた。なんで前に行かないんだって言われたら行きますよね、絶対。浅いボール来ますよ、なんで行かなかったですか？ここに来ると思っちゃってました。修造さんが悪いと思ったボールたちが。でもそういう感覚がそうですね。もうジュニアも僕もそうだったの。最終テストです。まだあるの？きよちゃん頑張って。はい。はい。はい。よいしょ。いいですよ。はい。はい。やっ。ナイスプレー。やっ。はい。やっ。はい、ラスト。OK。もう一丁。はい。はい。やっ。Right. いや。完全にこう操られてます。もう今の3つはすべてコートで相手に操られてるってことなんですよ。テニスは自分が主なんですよ。観点としてフォアバックっていうのでやってた感じでしたよね。僕は自由にやってくださいって言ってたわけですよ。でもボールが特に2球目はどこ来ました？センターそうよりここら辺出したりしてた。これをなぜバックで取るんですかって言ったの。もうこれはもう自然にフォアになってほしい。だけど観点としてもフォアとバック、相手のコントロールとか練習の中で全部操られちゃってるから、行動が決断できないんですよ。この枠から離れないとテニスの本当の楽しさはつかめない。だって自由なんですよ。何打ったっていいんですよ。だけどどうしてもはいストレートクロスってやるからそれは悪いことじゃないんですよ、うまくなるためには。でもその中でも自分で決断してクロス打とうスピン打とうこの角度でフォアで打とうっていう行動が出てくると、自分のなんかこう生きてる感覚ですから、自分がテニスをしてるっていうものが生まれるんです。なんとなくわかります？はいはい。なんか決め事の中でやらされてる感がちょっとね、こっから半分はフォア、こっから半分はバックっていう風にもう指導されちゃってる部分もあるので、やっぱ受け側としてはこっちからこっちはバックでしょ、フォアでしょっていうなんかそういうレッテルを貼られてやってる感覚はありますね。あと球種もそうだよね。何も言われないとスピンじゃない。でスライス打っていいよとかスライスで返してねって言われるとスライスだけど、でも僕は基本逆っていうか両方バックは基本どっちでも使うタイプだから。修造さんが想像力って言ってた時に多分これなんかこういつもと違うようなことしないとあれだろうなとはちょっと感じ。高子スライス打ったでしょ。これ自分のテニスだから、自分がやりたいことをしていく。なぜなら海外行くとコートを与えてくれるコーチもいる。でも全部自分がやりたいことを表現しないと前に進んでいかないの。で僕は柳川っていうテニスものすごいきつかったです。1日10時間とかね、練習したりするわけですよ。心は正直言って楽だったのね。言われたことするだけだから。体きついですよ。腕立て100回とかねずっとやったりしてんだけど、でも海外行った時に自分で言わないと何にも動かないから心がきつかったんですよ。でも練習内容とかもそうですよね、メニューとかもね。そうやっぱだから僕なんかこの選手からコーチの立場になってある意味選手がこういうことやりたいんだけどとか、ここのショットをとか、逆にこういうボール打つんで例えばスライスで打ってくださいとか、ちょっとスピンでかけたのを僕こうするんでって言ってくれた方がなんかこう選手がなんか単純にやる気があるなっ
って思います。その気持ちがこのうまくなりたいんだなって思う。なんかコーチ決めてくださいっていうのが長いと決める方は楽しいですよ。こういうことをいろんなことをやったらこの選手うまくなるんだろうなと思ってやるんですけど、でも多分試合行ったらこれ多分そういう塩さんの言うその想像力とか相手のリズムを崩すとかいうことは多分できないだろうなってもう分かっちゃう。もうこっちとしては。典型的な錦織圭選手ですよね。あんなもう最初からドロップショットがするわけですよ。いやもう本当そうだった。全国小学生の大会ってパッて構えたらもうドロップショットでしょ。もうなんでと思ったら単純にいや相手後ろにいるからみたいな。僕は錦織選手に対してはテニスを教えれなかった。想像力が完璧、こんなところ僕のこんなところにいるから。ただ表現という意味ではね、やっぱりすごいシャイなところがあったり、世界の部分では伝えたかもしれないですけど。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!